私は34歳の契約社員です。シングルマザーとして9歳になる息子を育てています。高校生の頃、両親を事故で亡くし、それ以来一人でやってきました。高校卒業後、少しでも給料がいいところで働こうと思った私は、派遣社員として働き始めました。正社員の補助として一生懸命働く中で、取引先に同行することも多くなり、取引先の会社で2つ上の友樹と出会います。いつもニコニコしていて優しい彼に声をかけられ、交際が始まりました。初めての彼に舞い上がっていた私。そしてそのまま付き合い始めて6年。そろそろ結婚を意識するようになった頃、私は彼の子供をお腹に宿していることに気がついたのです。ようやく憧れていた家族を手にすることができると思った私は、浮き足立ちながら彼に伝えます。私、子供ができたみたいなの。あなたの子よ。子供？嘘だろ？本当かよ。私だって信じられない。でも本当なの。わかった。いろいろなことをきちんと考えたい。また連絡するからちょっと待ってて。しかし、それっきり彼から連絡が来ることはありませんでした。電話もつながらず、取引先の担当も外され、音信不通になった時、私はすでに妊娠4ヶ月。自分に起きていることが信じられないという思いと、先行きを考える絶望の中にいた私ですが、子供を産み、育てることにためらいはありませんでした。派遣社員だった私は仕事を辞め、それまでコツコツ貯めていた貯金を切り崩し、決死の覚悟で男の子を産みました。子供の名前はケイタ。この子を育てなければいけないと思った私は、保育園を探しながら就職活動を開始します。しかし、現実は私が思っていた以上に厳しいものでした。小さい子供を抱える中で十分な就職活動ができるはずもなく、保育園に預かってもらうには働いている人が優先となっている状況となり、私は子供を抱えた状態で正社員になることがどれだけ難しいのかを身をもって知ることになったのです。やむなく以前利用していた派遣会社を頼り、仕事を紹介してもらうことを選択しました。本当は正社員になりたかったのですが、見つけることができたのは契約社員の仕事。生活に不安を感じながらも、ケイタと2人の生活のためにがむしゃらに働き続けました。働き始めて9年になる頃、仕事にも慣れてきたある日、社長から突然声がかかりました。いつも一生懸命働いてくれてありがとう。天野さんには本当に感謝しています。とんでもないです。それで今日は？今度、育休の職員が復帰してくるのは知っていますね。そういえば来月、正社員の女の子が育児休暇を終えて仕事に復帰してくると聞いていたことを思い出しました。はい、来月に復帰ですよね。戻ってくることを楽しみにしています。そこで、大変申し訳ないんだけど、ここは見ての通り小さな会社でしょう。それに最近不景気で、彼女が戻ってくるほどの仕事がないのが現状なんです。だから、天野さんの契約の更新をしない方向で考えていきたいと思っていて。ちょっと待ってください。契約が切られるということですか？申し訳ないのですが。そう深々と頭を下げられると、もう何も言えませんでした。所詮私は契約社員。今から新しい仕事を探すしかない。自分だけならまだしも、私にはケイタがいる。残された有給を消化しながら悲しむ暇もなく、私は就職活動を始めました。その現実は前の就職活動の時以上に厳しいものでした。まず
書類選考が通らない。仮に書類選考が通ってもシングルマザーであることを理由に面接官から見下されたような言葉を投げかけられることもしばしば。もうダメかもしれないと思いながら次に応募した会社で私はなんとか面接までたどり着くことができました。事務職の経験が長いようですね。はい、契約社員でしたが9年間事務職として働いていました。子供のために長く働ける場所を探しています。どうぞよろしくお願いします。私は深々と頭を下げていました。その様子をじっと見た面接官は、わかりました。来週から来てもらえますか？とその場で私を採用してくれたのです。初出社当日、私を迎えてくれたのはパート社員の田中さんという方でした。田中さんは偶然にもお子さんが啓太と同じ小学校に通っており、学校行事なども理解してくれていて、それだけでとても心強い気持ちがしました。田中さんはとても親切に仕事を教えてくれます。年齢が近く、子供の悩みなどの共通の話題もあり、いつしか私は自分の身の上話も田中さんに話すようになっていました。シングルマザーであること、結婚はしていないこと、子供ができたことを相手に伝えたら別れを切り出されてしまったこと。それらの話をしながら、啓太の写真を田中さんに見せると、田中さんの表情が曇ります。それからいろいろなことを田中さんに聞かれるようになり、聞き上手な人だなと思いながらも、私は聞かれるままに答えていました。新しい職場で働き始めて1ヶ月。いつものように出社をすると、とても上品ないでたちの女性が職場にやってきました。こちらは社長の時田です。私が、と驚いていると、お疲れ様です。今お時間よろしいかしら。はい、もちろん大丈夫です。以前、契約社員を切られたことがある私には嫌な予感しかしていませんでした。また解雇されてしまうのだろうかと思い、不安な気持ちがよぎります。天野さんにはお子さんがいらっしゃるようですが、その子の父の名前は新出智樹ではありませんか？この名前を聞いた瞬間、私は背筋が凍りつきました。どうして智樹の名前を知っているのでしょうか。私の表情が一変したのを見て、時田社長は何かを悟ったようでした。やはり、啓太君のお父さんは新出智樹なんですね。本当に失礼なことだとは分かっていたのですが、実はいろいろと調べさせてもらいました。実は、智樹は私の息子なんです。田中は私の娘にあたります。一度にあまりにたくさんの情報が流れ込み、私は思考が追いつきません。そんな私を見て、田中さんが事の経緯を話し始めました。私が啓太の写真を見せたとき、その写真があまりに智樹さんに似ていたので、田中さんは驚いたそうです。そして、私が身の上話をする中で、昔の勤め先や妊娠した経緯など、智樹さんにつながるような情報が次々と出てきたことで、少しずつ私が智樹さんの元交際相手であり、啓太が智樹さんの息子なのではないかという疑いが強くなっていったそうです。智樹さんは私の妊娠当時、会社の上司の娘との結婚の話が持ち上がっていたのだと教えられました。自分の昇進のため、私ではなく上司の娘を選んだ智樹さん。交際はトントン拍子で進み、2人は結婚するのですが、智樹さんたち夫婦は子供に恵まれませんでした。2人は不妊治療を始めることになったのですが、智樹さんは頑なに治療への協力を拒んでいたそうです。俺には関係がない。俺には問題がない。そう言って病院についていこうともしなかった智樹。
その頑なな態度がきっかけとなり、友樹さんたちの夫婦仲は徐々に悪くなり、結局は離婚してしまったそうです。友樹さんから子供についての相談を受けていた田中さんは、頑なに自分は悪くないと言い続ける友樹さんにずっと疑問を持っていました。今の世の中、不妊治療に男性がついていくことは当たり前で、何も恥ずかしくはないと友樹さんに伝えても、俺には問題がないの一点張り。そして離婚が決まった時、思い切って友樹さんに、どうしてそこまで自分に問題がないと言い切れるのかと尋ねてみたことがあるそうです。すると友樹さんから、結婚する前に派遣社員の女性と交際をしていたことがあること、その女性を妊娠させてしまったことがあること、その後その女性とは別れてしまっており、子供がどうなったのかわからないということを打ち明けられることになります。離婚した友樹さんは会社での肩身がとても狭くなり、上司からもひどい扱いを受けるようになり、徐々に居場所がなくなっていきました。そしてとうとう3年前に行方をくらましたそうです。そんな時、偶然にも私は時田社長の会社に入社しました。啓太が友樹さんにそっくりであることや、あまりに友樹を思い起こさせる点が多いことに気がついた田中さんは、少しずつ私に探りを入れていたそうです。そして疑いが確信に変わった時、意を決して社長に友樹さんの秘密を打ち明けます。最初は半信半疑だった社長でしたが、もし友樹さんの子供がいるのだとしたら、ぜひ会ってみたいと思い、あらゆる手を尽くして調べ上げ、ようやく私が本当に友樹さんの元交際相手で、啓太が自分の孫にあたる可能性が高いことを突き止めたのでした。こんな偶然があるのかと、私も信じられない思いでした。でも確かにあなたのお子さんは私の孫である可能性が高いようです。あなたのことを探していました。いろいろと調べる中で、今までとてもご苦労されて啓太君を育ててこられたことが分かりました。友樹が本当にひどいことをして申し訳ありませんでした。そう言うと、社長は深々と頭を下げてくれました。それで、大変失礼なお願いであることは重々承知なのですが、もしよろしければ一度でも良いので啓太君に会わせていただけないでしょうか。私はあまりにいろいろなことがあって頭の整理が追いつかず、一度啓太に相談して決めさせていただきますと伝え、その日は早めに帰宅しました。父親は事故で亡くなってしまったと伝えていた啓太に、本当は生きていたこと、理由があって結婚できなかったこと、今になっておばあちゃんが見つかったこと、おばあちゃんがあなたに会いたいと思っていることを伝えました。最初はきょとんとしていた啓太。しばらくじっと考え込むと、僕、おばあちゃんに会ってみたい。お父さんのことも聞いてみたい。と言い始めたのです。後日、啓太と時田社長を会わせる時がやってきました。全員が緊張しながら顔を合わせると、時田社長は啓太の話を熱心に聞いてくれました。どんなことが好きなのか、食べ物は何が好きなのか、何をして過ごしているのか。子供の目線に立って時田社長はとても優しく啓太に問いかけます。あっという間に2人は仲良くなり、次に会う約束まで取り付けていました。その後も私は時田社長の会社で正社員として働いています。社長は生活費の援助を申し出てくれたのですが、それを断り、自分たちの生活は自分たちで支えていくつもりです。念願の正社員になることができた私は、これからは自分のため、家族のために安定した生活を築き上げていこうと思っています。その代わりに、社長には啓太のお願いを聞いてもらうことにしました。それはおばあちゃんの家に遊びに行きたいというものです。
母一人子一人だったケイタはずっとおじいちゃんおばあちゃんに憧れていました。周りの友達が夏休みにおばあちゃんの家に帰り楽しい思い出を話す様子をとても羨ましく思っていたのです。しかし私がどんなに努力をしてもケイタにおばあちゃんを見つけてあげることはできるはずもなく、申し訳ない気持ちをずっと抱えていました。そうして出会ったケイタと時田社長。最初はぎこちない2人でしたが、時田社長の家に遊びに行く回数を重ねるたびにたくさんのことを話し、少しずつ家族としての絆が生まれ始めたように思えています。ずっと家族に憧れていたケイタにようやく自分以外の家族を見つけてあげられた私は、嬉しそうに遊びに出かけるケイタを見るだけで幸せな気持ちになります。勉強が好きなケイタは将来学校の先生になりたいという夢を持っていました。私はその夢を応援してあげたいと思っていたのですが、正直将来ケイタに不自由なく勉強させてあげられるのか、進学させてあげられるのかがとても不安でした。しかしケイタからその話を聞いた時田社長は、ケイタの夢を応援してくれることを約束してくれました。本当はずっと塾に通っていろいろな勉強をしてみたいと思っていたケイタ。我が家にお金がないことを分かっていたケイタはそれを言い出すことができず我慢していたそうです。時田社長はケイタの願いを聞くと、ケイタの希望する塾の月謝や送迎に関して援助をしてくれることを約束してくれました。実際に塾に通ってみると、思った以上に学力の高さを見せ始めたケイタを見て、時田社長は彼の高校や大学進学に関しても援助するつもりがあると言ってくれています。ケイタの夢のために私はその言葉に甘えようと思っているところです。自分がやりたかった勉強を思う存分やり、いろいろな知識を身につける楽しさを心から味わっているケイタは、以前よりとても幸せそうに見えます。その笑顔を見た私は、ここまで頑張ってやってきたことが報われたような気がしました。